こんにちは、ゆかです。5月に4泊5日の上海旅行に行ってきました。中国旅行はハードルが高いと聞いていましたが、実際行ってみたらどうだったのか、中国上海を旅行してみて感じた注意事項7つと、出発前に準備しておくと良いことをまとめました。ちなみに今回はニーハオモバイルジャパンさんの提供で動画を作成しております。それでは早速、中国上海を旅行して感じた注意事項7つ紹介していきます。まず1つ目、中国は超キャッシュレス社会です。中国はキャッシュレス化が進んでいて、旅行中現金を使うことは一度もありませんでした。現金が使えないわけではないんですが、使っている人は一度も見かけず、当たり前のようにレジでは決済アプリでの支払いを求められます。クレジットカードもお店によっては使えないところもありました。中国ではアリペイや WeChat という決済アプリが使われていて、ほぼすべての支払いをこのアプリで済ませます。今回私たちは両方のアプリを使えるように準備していったんですが、支払いで実際に使ったのはアリペイのみでした。WeChat は現地の人と連絡を取り合うことがあったので、その時に使用したのみで、支払い方法としては使っていません。決済アプリがないと中国でかなり困るかなと思うので、日本を出国する前にクレジットカードと紐付けて準備しておくことをお勧めします。2つ目、入国にビザが必要です。以前はビザ不要で入国できてましたが、コロナ後から中国へ入国する際はビザの取得が必要になりました。2024年7月現在も変わらずビザの取得が必要なようです。ですが、中国を経由地として訪れる場合、例えば日本から中国、中国から韓国、韓国から日本に帰るという経路で旅行する場合は、ビザはなしで144時間中国に滞在することができるので、6日間までの旅行であればビザなしで旅行することも可能です。私たちはそれを知らずに飛行機の予約をしてしまっていたので、観光ビザを取得することになりました。観光ビザは約9000円の取得費用と準備を入れて10日間ぐらいの時間を要したので、トランジットで経由地として行くのがおすすめかなと思います。3つ目、電圧とコンセント。日本の電圧は 100V、中国の電圧は 220V ですので、日本で使っている電化製品をそのまま中国で使うことができません。変圧器を準備して持っていくか、100から 240V まで対応の製品を持っていけば使うことができます。だいたい製品の裏側に貼ってあるシールに対応の電圧が書いてあるので、それを見て確認してみてください。今後も海外旅行に行く予定があるよっていう方は、100から 240V っていう記載がされているものを購入しとくと、世界中どこでも使えるので、旅行のたびに調べるっていう必要がなくて、便利かなと思います。また中国のコンセントは A タイプと O タイプの2種類使われています。日本も同じ A タイプなので、だいたいどこでも挿すことができるかなと思うんですが、ごく稀に O タイプの穴しかないよっていう場所もあるみたいなので、変換プラグを持っていくと安心かなと思います。ちなみに変換プラグは100均で買うとグラグラで使い物にならなかったりするので、Amazon などで購入するのがおすすめです。4つ目、ネット規制。これが厄介で、中国では Google、LINE、Instagram、YouTube、Facebook などなどネットに規制がかかっているため使用することができません。アプリを開いてもつながらないという状態になります。今回私たちはネット規制にかからずに中国でも Google が使えたという口コミのある eSIM、妹は SIM を調べて使っていました。私たちのように短期滞在の旅行などであればこれで大丈夫なんですが、中長期滞在予定の方や現地の宅配サービス、ネットショッピング、自転車などのシェアライドを使用したいっていう場合は
本人確認のために電話番号が必要になります。そういった方に今回ご提供いただいているニーハオモバイルジャパンさんのサービスが便利だと思ったので紹介させていただきます。ニーハオモバイルジャパンさんは日本人向けの携帯会社で、来店不要でオンライン手続きとアクティベートができます。オンラインサイトもカスタマーサポートも日本語対応なので、中国語に自信がないっていう方も安心して手続きができます。オンラインで手続きを済ませると中国の自宅またはホテルに SIM カードが届いてすぐ使えるようになります。また長期滞在している方は日本へ一時帰国するということもあるかと思いますが、そういった時も電話番号保管サービスがあるので、帰国中も中国の電話番号はそのまま保持することができます。詳細は概要欄にホームページを貼っておきますので、そちらをご覧ください。話を戻しまして、中国旅行の注意事項、続いて5つ目ですね。トイレ事情です。海外旅行の際はトイレ事情気になりますよね。中国では、街中の至るところに公衆トイレがありますし、ショッピングモールなどに入ればトイレがだいたいあります。公衆トイレは日本の公園のトイレみたいな感じで、トイレットペーパーがないところも多いので、ポケットティッシュを常に持ち歩くことをお勧めします。私たちも滞在中2回ほど公衆トイレに入ってトイレットペーパーがないというトイレに遭遇しました。トイレットペーパーは基本は流さずにトイレの横に設置されているゴミ箱に紙を捨てます。上海空港のトイレでも流さずにゴミ箱に捨ててくださいという注意書きがあったので、ゴミ箱に捨ててたんですが、中国人の方には流していいよと言われることもあって、場所によって違うみたいなので、わからなかったらゴミ箱に捨てておけば確実かなと思います。6つ目、スリに気をつける。観光地と言われる場所では特にスリに気をつけてください。入国が厳しくなったことで観光客はコロナ前よりは少なくなったみたいですが、それでも観光地はごった返してます。特に上海といえばのワイタンからの夜景を見る際は、東京の満員電車ぐらい混んでますし、夜ということもあってスリが多発しているそうです。必ずバッグはチャックやボタンが閉まるものを持って前側に抱えるようにして気をつけてください。7つ目、水道水は飲まない。もうこれは海外旅行では当たり前の情報とされてますが、飲食店で出てくる無料のお水はだいたい水道水です。飲み物を頼んだ時に入っている氷も水道水で作られていることが多いので、お腹が弱い方は氷抜きで注文するのがいいかなと思います。私たちは氷は特に気にしてませんでしたが、それで体調を崩すっていうことは上海ではありませんでした。ホテルやタクシーなどでペットボトルのお水をもらえることが多かったので、私たちはお水を買うっていうことは1回か2回ぐらいしかなかったんですが、ただでさえ貴重な旅行の時間を無駄にしないように、飲む水を買うときはお店で封の閉まったものを買うといいかなと思います。次に出発前に準備しておくと良いことを4つ紹介します。まず1つ目、現地で使用する予定のアプリをダウンロードしておく。現地で使用する予定のあるアプリは国内にいる間にダウンロードしておくのがおすすめです。現地でもできますが、環境によってかなり時間がかかってしまったり、ギガも消費されてしまいます。私が中国旅行の際に使用したアプリはこちらです。Google マップは中国ではかなり精度が低く使い物にならなかったので、高徳地図というアプリを使っていました。アプリ内はすべて中国語ですが、Google マップと同じような使い方なので問題なく使うことができました。地下鉄やバスの乗り換え情報もこのアプリで出てくるので、交通系はこれ一つで大丈夫かなと思います。高徳地図と100度地図っていうアプリが中国ではスタンダードのようで、どちらも準備していたんですが、100度地図は使い方がちょっと難しくていまいちわからず使いませんでした。2つ目、
決済アプリの登録と設定。先ほど紹介した決済アプリのアリペイと WeChat を使うには登録と設定が必要です。電車やバスなどにも切符を買わずにアリペイで乗ることができるので、出発前にクレジットカードと紐付けして使えるように準備しておけば、中国に到着して慌てることもありません。登録方法とか使い方などは YouTube でたくさん動画が出てるので、それを参考にしてみてください。私も YouTube で解説動画を見てどちらのアプリも登録しました。地下鉄とかバスに乗るときは通常の支払いではない交通機関専用の QR コードを表示しないといけないんですけど、それも、YouTube で解説されていたので、それも合わせて見てみてください。3つ目、中国語を覚える。中国に入って一番最初に驚いたことは、中国語しか飛び交っていないということでした。こちらが外国人で中国語が全く分かっていないという素振りを見せても、何度も同じことを中国語で繰り返してきます。簡単な英語で質問や注文をしても通じないことが多くて、旅行中は常に翻訳アプリを使用してました。簡単な挨拶や注文する時の言葉などは中国語で少しでも覚えていくと、現地の方も喜んでくれますし、旅行の楽しみもぐっと増えるかなと思うので、中国語を覚えていくことおすすめです。最後4つ目、予定を決めておく。ずっと上海の街中をぐるぐるするよっていう場合は大丈夫かなと思うんですが、地図上で見ていてこの辺まで行ってみようかなと思っている方、目的地までどれぐらいかかるのか調べてから予定を立てることをお勧めします。バスや電車を乗り継ぐ場合、想定しているより時間もかかりますし、中国は日本の約26倍の面積を持つというすっごく大きな国です。地図上で見ているとすぐ近くにありそうなのに、実際には2時間3時間かかることもしばしば。私たちは地図上で見て、上海の街中には少し遠いけどディズニーランドと空港には近いねという場所にホテルを取ったつもりでしたが、実際にはディズニーランドまで約1時間半かかりました。バスの終電の時間などもあって、閉園前にある花火のショーを見ることができなかったので、ぜひ地図上ではなく目的地までの時間を調べて予定を立ててください。最後に先ほどと被りますが、電化製品の電圧の確認とビザの申請ですね。忘れずに準備していってください。以上、私が中国旅行で感じた注意事項と出発前に準備しておくと良いことでした。中国へ旅行を予定している方や、中国に長く滞在されて電話番号が必要だよという方の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。